皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。トランプのクローバーを9つ葉にすることによって業者の作画量を増やす天才さやです。9つ葉のクローバーってもうなんか幸運じゃなくて不幸を招きそうなレベルの。小学校の時自分見つけました。9つ葉。そう、さやさんよくないよ、そういうのは。注目されたいからって9つ葉のクローバー見つけたなんてよくないって。本当だ、もうさや嘘ついてる。今なら謝ったら許してあげるよ。嫌な記憶すぎるそのワード。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。あまりにリス、あまりリス。ズン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 。かわいい。これもう今回すごい気に入ってんだけど、めっちゃ全部見てほしい。今回も調子いいですね、なんかね。ね、ということで今回こちらです。グレスケ。すごい懐かしい平成感あるアニメタイトルみたいな。なんかグレスケってなんかね、いや時代を感じますね、ということで今回やっていく企画はこちらと、こちら。いやこちらです。一つで複合企画じゃねえんだけど。あ、違うか。なんかぐちゃぐちゃした色をグレースケールにした後ぐちゃぐちゃして塗っていい感じになるのかチャレンジ。イエーイ。いわゆるグレースケールチャレンジなるものが海外のショートかな、多分ね、最近ちょっと発祥がわからないこと多いんですけど、あ、そうだね。iPad ってグレースケールにできるんですよね、画面を。グレースケールっていわゆる黒とか灰色白しか許さない画面のことです。色を奪い去った状態になるわけよ、はい、画面上でね、モノクロしか出ないという画面になるようにできるんですけど、はい、iPad でこう今からこう色をねお互い適当にカラーパレットを10色ぐらい描いてください、はい、でそれをグニュ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 ってぐちゃぐちゃにした後に画面をグレースケールにして相手にポイッと渡してください。何の色なのかさっぱりわからん状態になるんだけど、なんかこうグレースケール上の明暗だけで塗っていくと、グレースケール上ではなんかいい感じに塗れてるんだけど、果たしてこれカラーにした時どないなっとんねんみたいなチャレンジですね。そんな感じのを、海外だからどこかからのショートから発祥し、多分今日本でも結構流行ってるね。なんかねやってる人もよく見かけますね。でそれをさやさんが見て、はい、ゲンちゃんさやぴやりたいって言ってたのを無視してしばらく経ったんだけど、視聴者さんからやってくださいって結構な数来てたので、やろうかなって。ただなんかね、個人的によ、できるんちゃうかと思ってしまう。いや、なんか色とかそういう概念にとらわれない僕だったらどんなことでもできるんだろうなって。なんでそんないちいちちょっと嫌な方に。ただでさ今元が鼻についてたのより鼻につく感じになってる。いやなんかさ、だってグレースケール上ってなんとなくいい感じになってたらさ、なんか色がなんかごちゃついててもいい感じになるんじゃないかっていう。まあ確かにねって僕は言いたいとこだけど、やっぱりゲンさんっていうのは天才だからできるんだろうね。なんでね、なんで敵になってんだよ。鼻につくゲンさんでブドウになってる状態だから今もうブランブランプラプラしてるもん鼻で。鼻にいてブランブランしてる今。ターザンしてる今。じゃあやってみますか。いきますか。それでは始めていきましょう。日曜朝9時絶対見てね。グレースケ。グレースケだよね今。そんな来たわ今。さあでは早速やっていきましょう。これ基本的にまずは、パレットを作ると。なんか好きな色で相手が使うパレットをお互いがやるっていう形式で、ね、そうはい、じゃあいきますか。だからさ、私が選んだ色でゲンさんを困らせたいわけ。そういうこと。じゃあ僕がこのチャンネルにおけるってさ、私の存在意義ってゲンさんを困らせるじゃない。そうなんだ。真面目だからさ、そうやってちゃんと考えてるんだよね、自分の立ち位置ってやつを。それいいのか。よし、なんかいっぱい色を並べたりとかするんだっけ。そう、とりあえずいろんな色を並べましょうっていうことですね。オッケー。ヒャッホーイ。楽しい。この色で後でゲンさんが嘘だろ、何が起きてるのかすっぱりわかんねえぞってなってほしい。何その歴戦の戦士みたいな。まずカラーサークルを一周します。ちゃんとさ、いい色頼むよ。いい色に対していくらい色があるってことなんですか。あるわ。全然あるわ。この場合においてはあるだろ。俺すごい偉いぜ今。もう見てこれ、この理想的な。何そのちっちゃ。たくさんあった方が面白くなると思うんだよね。いやそうだと思うよ。いろんなパターンだ。ギャンギャンの色ばっかあっても面白くないし、薄い色ばっかでも絶対面白くないし。いやそうなんかね、いろんな色がねごちゃごちゃしてる方が絶対にね取れ高ある。なんか嫌なワードが聞こえたね今ね。大事だよ。取れそれ高しか大事じゃないだよ。YouTuber だぞ俺たち。
き取れなかったな。別にこれプライベートでキャッキャやってるわけじゃないんだよ。嫌だ、嫌な大人すぎる。あまりに嫌な大人すぎる。これどんぐらいやればいいの？なんかわかんない。だから無限になんかさ、だって何も考えないでピーってやってるだけだからさ。これどうなんだろうね。いっぱいない方がいいのかな。ごちゃごちゃしすぎる？なんかぬるゲーになったりする？そんなことないかな。でもこれは要はさ、明度的なやつでさ塗るわけでしょ。まあ大体そうなるよね。どう考えても。皆さん、明度っていうのはこちらをご覧ください。ピンポンパンポン。なんか別に解説動画が出るみたいになってるけど、出ないから。まあ、さやさん口から説明できないから今丸投げしたわあ、。そういうこと、うん、あれ似てると思うんだけど、勝手にグリザイ油画法みたいな塗り方あるじゃん。あー、なんか最初グレーにで塗って上から色をのせていくみたいな、うん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 デジタルである。さね昔から人気の あれをなんか意図せずやっちゃうみたいなあ、そうそうそう。にそういうこ近いのかな。とだよね。うん、人に俺が好きそうな色はたくさん入れとこう。私も入れとこ。夫が好きな色はいっぱい使ってくれないと困るから、まあ、だってもう妻書いちゃってるから、妻。グレースケールチャレンジやってる人は多分そこに絵描く人あんまりいないじゃあ行きますか。なんで何がなんで、はいざっくり今ぐにゃぐにゃ、はいなんかいっぱい。歪みでぐるっと回していくみたいはい。うわー、さやさんな、うわパラちゃんおいい綺麗このまま描きたいな。なんか、うんこのまま瞳の中に入れたらめっちゃよくない？めっちゃいい、綺いいね麗。このまま使いたいわ。楽しい、めっちゃずっとやってたい。見て、さやさん。さやさんこんなになっちゃったんだけど。さやさん取りに行くの大変じゃない？やりすぎたなんかこれさ、ラーメン食べ終わった後の油とかでやるよね。やめろよ。さあということで、じゃあお互い今できました。ぐにゃぐにゃのパレットも作って、はい、もうあと塗るだけまでつけりました。じゃあ渡しますよ。はい、どうぞ。どうぞ。はい、せーのドン。ぐにゃぐにゃすぎる。いやーわからんなこぐにゃれ。ぐにゃすぎる。ということで今回僕たちの線画はこちらになります。はい、じゃじゃーん。ちょっと新規の線画をもう用意しております。これ実際ちゃんと塗ってます。すでに自分たちのもう意図通りに塗ったやつもある色塗ったやつもあるんだけど、だから、今回はねもう心置きなく。そうなの心置きなくふざけられる。よし、じゃあ行きますか。行きますどか。うする？制限時間いる？いる？なんか心置きなく塗ってくれ。ね、いいっすね。なんかさ今回顔がありがとうございます。いつも描いてる弟くんなんですけど。最近マジでよく描くね最近。楽しくなっちゃってさ、まあね描きたくなっちゃうんだよねなんか。うちの子がねそう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 。定着しちゃったからね。そう、うちの子になっちゃったから。そんなことより気になるのはこいつだけどね。ウツボカズライオン。これ書き終わってからさ、この子の名前どうしようかな。ウツボカズライオンみたいな感じでひらめいた。さよならライオンみたいな、なんかそんなノリで。夏、さよならライオン夏。ゲンさんのやつもなんかすごいおしゃれだね。可愛いでしょ。可愛い、今回ねすごい。今回すごい可愛い子。うん、なんかゲンさんのさ、女の子珍しくこうフリフリひらひら系での可愛いそうめっちゃ。ちょっとカスタマイズされてるけどちょっとヒラヒラした感じの、でなんかちょっとなんでかいますいるね。なんかムチムチしてるね。確かにさやが描くよりなんか妙にムチっとしてる、中綿すごいことになってる、すごいこと。綿なの？びっくりしちゃった今。綿じゃないんだ。今流れるようにびっくりしちゃった。じゃあやるぜ。じゃあ行きますか。行きますでなんか。か二人ともちょっとテーマに共通性があるんで、これあ、そうそう勘そうのいい。ガキの皆さんは分かっちゃってるかもしれない。分かっちゃってるこれ何の絵なんだろうっていうのが分かっちゃってるかもしれんけどシルエットでわかるかシルエットなんか覚えてないだろいちいち。いよし、じゃあ行くよ。きますか。みんなよーいドン。ドン。でもなんかこの洗顔の状態でお出しするの恥ずかしすぎ。確かにさやの場合さ基本的に水彩を想定されてるからね。そうそう、デジタルの洗顔ってさ、まあこんぐらいでええやろ、未来の自分がどうにかしてくれるじゃろっていうさ、で大体未来の自分がさ、はいなんだよこのセリフよって、どっから何が生えてんだよってぶち切れてる切れさ、まあ大体そのレベルの洗顔しか作らないので、この状態でお見せするのはちょっとお恥ずかしい限りなんですけど、なんで絵描きっていつも未来の自分に託しちゃうんだろうね。なんかみんな言わない？なんかさロマンチストなんじゃない頑張って未来の私っつってなんかやってんじゃないの、ね、大体。だからほら見て、こんなに濃い色をさ信じて濃塗ってるすぎないそれ信じすぎじゃない？ちょっと大丈夫それ。信じることが大事っていろんな歌が教えてくれるからさ。大体の歌ね。どれにする？もうどれも一緒よ。このチャレンジマジでさ結局どれも一緒よという気持ちになるよ。いや、そう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 。でもなんか一周回ってさ、大いなる宇宙から見たら人間一人一人もこういうことなのかもしれないよね。こんなでかい話してたっけ今。いいやでもなんかこの白黒状態だとさ、パキッとしていいね。やそうなんだよ。なんかさ何でも別によく見えるよね。ね、だからさ、この世の中にダメなもんなんてさ、ないんだよ。って高思いたいんでしょカス以外。ね、この前さ、すごいね、可愛い夢見たんだよ。なんか食堂かどっかで悪いやつがいるっていう話を聞いたの。はいそしたらその食堂にその悪いやつが来たの、はいはいで悪いことをしてたんだけど、うんそれ何してたと思う？そいつね、うんなんかその食堂の中にあるねテレビをね、杉の木からさ花粉がボフーボフーってこう出てくる映像あるじゃん、よく有名なやつ、あれに変えて去ってったの。悪いやつね。
っていう夢見た。待ってこれ目の部分めっちゃ大事じゃないか。そうだよ、もうさえ終わったよ。終わったんだ、すげえな、もう覚悟決めてるから怯えちゃダメなんだよゲンさん。うんこういうのはさ、勢いと勢いと勢いが大事。君の人生と同じように。俺の人生勢いでしかないから。ゲンさんだってもうブレーキ壊れちゃってる。もうなんかさ分かんない、なんか薄い色塗ってんのも塗ってるのかどうかはすら分かんないいやこの色ですね。髪の毛を薄い色で塗ったらめっちゃ可愛いけど見て現状めっちゃ可愛くない？いやそうめっちゃ可愛いんだよこの白黒。いやそう白黒じゃもうこんなん見せるわけないやみたいな、なんか自信満々なんだけどその子もだってほら可愛いでっしゃろって顔してるもんね。確かにドヤ顔してるもんね。可愛いじゃろわしって顔してるから、その子一人称わしなのめっちゃ可愛くない？980歳とかでめっちゃ可愛いそれ。ドロドロ部分は何色だそれ、かかったかかった。ゲンさんもやっぱりさ小学校の時のさ、応援の歌とかってさ、一生とらわれるよね。とらわれる、なんかとらわれてるよ子供の頃の CM ソングとかもさとらわれちゃうわけじゃん、無理だよね。責任取ってほしい各企業の皆さんは、各企業の皆さんは、その子の一生にすり込むっていう覚悟を持って CM 流してほしいマジで楽天カードマンとかさマジ一生責任取ってほしい。いや本当に、あとなんかあったっけそういうのいっぱいあるわ。ご飯が進むくんおかわりとかさ。これはねでも世代すぎるな。でもねそれはいいんだけど、企業のオリジナルソングはいいんだよ。既存の曲使う人本当に命かけろよって思う。あ確かに。トゥル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 ルとかさ。貴様の命は私が握る3時のおやつは文明堂おかしなことになってきた。おかしながもんおかしだもん、おかしだもんねおかしだからはちゃめちゃカラーよーいスタート。始まりましたさやぴちゃんのはちゃめちゃカラめちゃめちゃカラーー。選手スポンサーはサントリーでお送りします。でけえこの数企画によく付き合ってくれたサントリーさん、一体これは何の絵なんだろうね。でもねこの絵を描くときにね私ねすごい思ったの。前回があるやつなんですけどこれ実は、私の絵がねすごいこう外国人の観光客の方とかにもね、すごく目に入る場所にね、置いていただいたことがありまして、ズボン短すぎちゃったと思ってちょっとズボン短かったなっていう反省がある。そう反省があって、で今回ほら見てじゃん。おー長ズボン履いてるけどかわいそうにダメージジーンズに。そうでも違うのこれ書いてる時に、最初は破けてなかったの破けてなかったんだけど、そう私の頭の中に住んでるリスナーさんたちが「さやさん今回は膝出てないんですね。さやさん今回は膝ないんですね」ってなんかいっぱいささやいてくださって、あそっか膝ないか確かに長いもんなって。破くかって生産会議でね可決されたんだ。可決された結果破かれてしまいました。こういうのそういうのない結構ゲイさん今回メカじゃないんですねとかってさ、なんか心の中でさささやく方がさ、いる可能性もある。そう言っちゃったんだよね私今回。お腹すいた。今日パン焼こうかな。お誕生日にねチームメンバーからホームベーカリーをもらったの。そうもらいましたね。そうでもねもう会う人みんなに言われる。大丈夫それ使うの本当に？だって料理しないでしょって。ごもっともすぎる。そうなんならあげた本人たちもいやできれば使ってくださいってすごい。そんな期待値低い言い方だからね作ってんだよパン。たまに作ってんだよね。でレーズンパン作りたいんだけどレーズン入れるタイミングがわからないからね、レーズン入れれないんだよ。かわいそうでしょなんでわかんない？書いてあるじゃんレーズン入れるタイミングだって絶対。でもレーズンが入りたいかどうかはまた別の問題だと思う。そうなんだ。そんなとこまで気にしなきゃいけないんだ。パン作りって大変だね。そうだよ。おじさんだって美味しくなーれって、命のが宿るパンになりますようにって祈りながら作ってんだよジャムが。ジャムが私がさやっぱさパンの気持ち測らないでさペーペーの私がペーペーね。そうこれねでも実はね、本ちゃんの絵とねこの線画でね、結構違うとこある。そうなの？そう変えちゃったの。私の中のさ見えないリスナーさんがさ「さやさん今回は紐っぽいとこないんですね」ってリスナーさんなんでそんなサインに対してすごいがっかりしてんの毎回がっかりじゃないなんかこうイメージでもね、今までこうやって思われてるんじゃないかなってさやさんが勝手に思ってる。そうね小4の頃の話しようそのピンポイント小学校の頃の話しようでいいだろ。でも小学校全部になっちゃうとさ、これからさ YouTube 生活長いからさ全部ここで使っちゃうの。確かにもったいないよね。そうだからちょっと1学年ずつ消費してった方がいいかな。もったいないよねじゃねえ小4の話かでも小4の話で言うとゲームキューブが出た年じゃなかったか？そうなんだ。私さ待って違うごめん。任天堂っ子じゃないから。小5だわ。へえ。じゃあ今回の話じゃできないねで今これはみ出たのかどうかわからないんだけど同じ灰色だった。でもめっちゃ楽しいなこれ。なんかパッと見めっちゃさいい感じに見えるんだよなずっと。全く責任ないもんね。そう
ベースだけ塗って、うんうん、あとここから影など入れていこうと思ってるんだけど。ああそういうね。見てめっちゃ良くない？いやめっちゃいい。今んとこめっちゃいいよね、うん、これ悪くなるビジョンが見えないんだけど、これ散々煽っといった方がいいよ。だからこれが全て明るめに出た時、君の表情が絶望に歪む顔が見たいよ。そっか、影を入れる時もさ、うん、ここからスポイトすんだもんね。そうだよ。待って、それってむずくない？もしかして。そうだよ。気づいたわ今。ぼかしたりとかしてもね、ぼかすとかってもう何から何にぼかされてるのかわからないんだよ。そもそもね。そう考える意味ないんだよ。そう現実から目をぼかさなきゃいけないんだよ、そういうこと、背けるってことね。そう見ない、触れない、考えない。嫌な参加条みたいな出てきた。ね、なんかツヤツヤしてるさやの肌が。なんで今話したその話。なんかゲンさんが最近さやの肌のことすごい褒めてくれるからさ、嫉妬すら覚える。そう、なんかね、肌が綺麗だねっていう褒め方じゃなくて、いいよねさやはさ、違うんだよさやと僕はさ、ずーっとなんか劣等感に苛まれてる。褒められてるけど褒められてないの。見てこのぼかし、何から何にぼかしてるか分かんないからぼかす意味すらない。本来本当だ、何から何にぼかしてる。俺は一体何をぼかしてるんだろうかって。それワンちゃんだって黄色と青ぼかしてる可能性があるからね。もうカスみたいな状態になってる可能性がある。これ危ない。最初にさ、同じところの影の色塗っとかないと後で二度と戻ってこないわけじゃん。そうだよ。でも危ない、今なんか違う色でいこうとしてたわ。僕よくあるんだけど、顔だけ塗ったら手の影を後で塗るとかよくやるんだけどさ、でもまあわかる。その順番でやったら戻ってこれないわけだよ今回。好きな順番で塗るとね、後でね痛い目見るよ。でもさ、これってさ、ぐちゃぐちゃな絵になった方がさ面白いからさ、それって痛い目じゃないんだよね。美味しいんじゃない？美味しいんだね。うわ YouTuber、お腹鳴っちゃったよ。やべえ、色足してるのに足してる自覚がなさすぎて怖い。見てこの賭け、これチークです。わー、これチークです。いきます。緑ですこれ。はい。これ待って、これさ、こっから見ると超いい感じ。馴染んだ時の色がさ、消えちゃってるんだけど、消えてない可能性あるわけでしょ。いるよ多分、馴染んでるように見えるだけだから。これチーク入れたことがなんか全ての間違いだったみたいなこと全然ありそう。間違えてくれた方がさ、さやはさ高笑いできるからさ楽しい。なんか濡れてるかわかんないからもはやなんかストレスすらある。やだ、怒り出した。俺難しいことはわかんないけどさ、俺バカだからわかんねえけどよ、この画面が見たくてやってたんじゃねえのか。そりゃそうなのよ。でもさ、おかしいな話だよね。ここで見てさいい感じなのになんで色がついたらダメになんねんって。いやダメにはならないんじゃない？それなりに影っぽくはなるけど、そうだよね、ダメにはならないけどなんかすげえなってなる、なんかすげえな。俺たちはなんかすげえなを作りたいんじゃないの？また自問自答チャンネルになっちゃったよ。こんなんね、うまくやりたいとかね恐れるものじゃないから。いやそうそう、目こそなんか、ゲイちゃん目のきらめきを取り戻して。ゲイちゃんの暗く濁った瞳、うるさい。目が光を取り戻してた。最近のゲンさんもパワフルすぎてさ、いろんな人にクレーム言ってる。何クレームって？ゲンさんのバイタリティがね常に小1くらいあるんだよね。短パンで冬歩ける人。そうそう、小1のさ、きっと怖いこともなんか知らないこともたくさんあるけど、この学校生活楽しいことになるかな、ワクワクがずっとなのよ。めっちゃいいことじゃん。いやそう、いいことなんだけどさ、ビビっちゃうんだよね。でもなんか今比喩表現でさ、冬でも短パンで歩けるしねとかって言ったけどさ、お前それ比喩じゃないから。何言ってんだお前。ここでさ、大冒険乗算レイヤーを追加するとかしてもいいのかな。うわ、大冒険、何がどうやって乗算されるの？一体何色が乗算されているんだろうっていう、なんかこの恐怖に怯えながら生きていく。なんかついいつもの癖でさ、ここでポンってやってグッてなんかちょっと色をいじりそうになる。いじったところで何と意味もない。これでいつものさ手癖でやっちゃってさ、愉快珍妙なことになっていくさ、それはそれで見たいみたいな。そうそうそう、私ってやっぱさ、ゲイさんが困ってるところを見るのが一番幸せなわけじゃん。よかったね。俺の人生困ったことだらけで。私を奥さんにしちゃったせいでね。でん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 。何の曲なのそれ。最後奥さんになっちゃったテーマ。最後奥さんになっちゃったテーマ。もうちょっとで呪いの装備と同じぐらいになる。まあ呪いの装備みたいなもんだしな。外れませんみたいな。すごい社会風刺が効いてる。そう、この前友達とね、ちょっと出かけた時にね、アクセサリーのお店にちょっと立ち寄ったんですよ。友達がこう指輪かわいいって言ってるのを見てね、あ、かわいいねとかって話してたの。で、指輪しないのって言われたの、友達に。でもね、私ちょっと指の節がすごい太いから、結構大きめの指輪じゃないと入らないから、だからなんかあんまりしないんだよねって。で、この結婚指輪もさ、これ抜けないんだよねって。もうこれ指切らないと抜けないんだわって言ったら、なんか指輪の方を切るって言わないのがいいところだよねって言われて、
あってなる。すごいなんかポジティブな捉えられ方してる。そう、すごい素敵な着眼点を持ってる。いや、そう切るのはお友達が指なんだねっつって。やば、この人いつも通りに厚塗りしてる。ね、冒険でしょこれ。やば。何にも失敗するやつだってこれ。ね、魔王討伐に島村装備で行った人みたいな感じだったよ。さもなんかハイライト入れてるような。すごい。でもわかんないさ、これ白系は合ってないか。でも限りなく白って合ってるよね、と思うんだけどね。さあね、こんなの僕の知ったこっちゃない。どうして急に突き放してきたお前どうせあれだろ、10巻ぐらいで仲間になるじゃん。なるね。このテンション感はなるね。なんなら最近の漫画とか3巻ぐらいで3巻ぐらいでなる。最近の漫画早いよな。最近いがみ合わないツンしてるやつが早いから。そう出れるの絶対いがみ合わない。はい、ということで終わりました。終わったありえないスピードですよ。だってこの線画のイラストをこんな細かいね、1時間ちょいで塗れるわけがないのになんか塗り切った気になってるってことは、相当やばいか相当いいかどっちか。そうね、怖いね。でも最後結構アニメ塗りになってるんですね。私はもうかなりもうパキッとしてる塗りしかしてないね、今回ぼかさないでやったので。でもゲンさんはなんかいつも通りって感じ。すごいいつも通り塗ったつもりなんだよね。すごい。どうなってるんだろうマジで。ね、トーンを入れたいなと思ったんだけど、入ってる時の色がそもそも見え方がわからんみたいな。いや、そうよ。だからもう結構相当かけ。じゃあちょっとやってみようよ。やってみますか早速。で開いて。はい、まだ見てないです。はい、僕まだ見てません。どうなったのか。せーの、ドン。うわめっちゃなんかさや良くないか。さやいいの。いい感じじゃない。すごくない。マジ。さやよ。俺はどうなっちゃったの。すごい。すっごいことになってる。すごいこと。すごいことになってる。すごいことになってる。で、これはこれでさ、なんかさ、そういうなんかハルク。星の子ハルク。シーハルクみたいになってる。確かに。想像もしない独々しさ。こんなことになっちゃったの。いや面白いねこれ。おもろ。でもなんか、ここでさ、黄色に対してオレンジの影引いてんのさ、奇跡じゃない？奇跡で。てかそれなんかカンニングした？だってもう黄色に沿うように青がここに来てるってすごい。天才じゃない？めっちゃ良くない？なんかめっちゃいい感じになってんじゃん。めっちゃいい感じになっちゃったんだけど。あら。なんかこっちさ、僕の方なんか敵の幹部にいそうじゃない？いやすごいいい。めっちゃ可愛い。なんか思ったよりいいかも。思ったよりいいけど、可愛い。でも全然こんなはずではって感じ。それはそう。でも自分で塗ってたらここ緑入れないわ。いやそうだね。青とさオレンジの組み合わせがさ、そうなの。ここはめっちゃいいね。めっちゃ可愛いそれ。限りなくイケメンになったレゴブロックみたいな。レゴブロック擬人化だったこれは。レゴブロック擬人化してる説ある。その説だったか。普段絶対やらないカラーリング。でも確かにここのカラーのこれを見るとここから来たなって感じする。でもやっぱなんかそのグレースケールで見てほどほどにいい感じになってれば、見れる絵にはなるっていうのがなんか分かりましたねやっぱり。まあもちろんそういうことなんだろうけど、しかも絶対に自分じゃこう塗らないっていうのが面白いね。いやおもろいわ。ということで、はい、我々のグレースケールチャレンジでございました。いやこれは全然なんかさ、自分でやるまではあんまり面白さを分かってなかったけど、やってみたら面白い。めっちゃ楽しいねこれ。しかもなんかあれだね、色に普段悩んじゃう人とかいいかもね。普段色悩んでどうしようってなってて、で自分の色彩センスとかもなんか自信なくなっちゃったみたいな時あるじゃん。あるね。結構僕たちもさよくあるじゃん、っていう時になんかこうさリフレッシュがてらグレーだけでとにかくパッと見いい感じに塗って、あとは頼むみたいな。あとはいやこれねパッて色ついた瞬間を見るのが本当に楽しい。おすすめです。おすすめ。めっちゃ楽しかった。みんなも知ってると思うけど、結構ね有名だから。ありがとう、みんな教えてくれてありがとう。ということで、まあこのバージョンもいいなと思ったんですが実はこちらのイラスト、夏目さんち全国タワーコラボのキービジュアルです。イエーイ、そんな気してましたよ。まあみんなも思ってたと思うんですけど、この場でねちょっとまだ知らない人もいると思うので、全国タワーコラボ、昨年ですねこちらの東京タワーコラボやらせていただいたんですけど、全国タワーコラボということは、なんと東京だけではなく、全国のタワー、北海道、名古屋、大阪、福岡、香川、宮城、山口、青森、神奈川、ありがとうございます。でのコラボになります。
すごい巡回していくと、タワーコラボが巡回していくっていう夏目さんち史上初の全国アンギャ。いやすごいよ。それをこうぐるっと回るっていう意味も込めて今回、開幕 N2M サーカスというテーマでやらせていただきます。開幕させていただきました、配信と X の方では告知すでにしているんですけど、改めて皆さんにお知らせということで、そしてこのキービジュアル初お披露目ということで、これはまだね前回配信の時の告知でも隠してたので、そう配信の時はまだね書き終わってなかったからね。書き終わってたんで全然書き終わってたけどもったいぶってたんですけどでこちら開催期間はもう早速東京から、東京以外はまだ追って告知なんですけども、東京は5月の2日、もう間もなくですね。この動画が出てる頃はきっともう間もなくだと思うんですが、約1ヶ月間、そうですね、こちらの期間ですね。グッズもね、すごいたくさんあるって、イベントも初の形というか初のものもね、そうしかもめっちゃ可愛いのがまた今回もできたので、もうねモリモリでお届けするので、ちょっと情報型というか、最近夏目さんっていろんなことをお知らせしすぎて、もう買った方よ、皆さんも買った方になってると思うんですけど、情報肩こりになっちゃうかもしれない。だから皆さん本当無理のない範囲で、楽しめそうなところを楽しんでいただければ、嬉しいです。嬉しいです。そして今回の東京タワーコラボなんですけれども、去年もあったかと思うんですが、入店整理券というものがございまして、で特に5月2日から5月6日のゴールデンウィークの期間は、この画面に出ている通りの入店整理券の受付がありますので、行く予定あるよって方はぜひこちらの画面に出ている QR か、もしくは概要欄の URL から受付してみてください。してみてくださいというか、こちらしといてください。そうですね、この期間内に行く予定の方はね。そうですね。で受付期間もこちらになってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そんなこんななので、本物はあるんですよ。あるんです。ちょっとグッズになってる方、そうグッズになってる方があるので、よかったら皆さんこの後これ書いてるタイムラプスがあるので、最後はこれ水彩でね。そうなんです。今回実はね、珍しくも水彩で書かせていただきましたので、いつも通りなんですけどしっかり水彩で最後塗ってるバージョンとありますので、当たり前だけど全然違うので、そちらもお楽しみください。じゃあ皆さんぜひ夏目さんち全国タワーコラボ、これから約1年間、そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは遊びに来てくださいね。ご覧ください。どうぞ。さあということで書いていきましょう、ラフのところから。もうドラフだね。もうこんなとこからいきましたね、ドラフ。ゲンさん結構悩んでたよね今回ね。結構変えてるはず。なんかね、最初そもそもねツインテールにしようと思ってたの。本当だ。これは私も初めて見た。ツインテールにしようと思ったけど、いやでもなんかちょっとツインテールちゃうなってなって途中で外しましたね。すごいデカデカツインテール、かわいい。真ん中の服もずっとね悩んでてね、ボタン式にするかなんかこうコルセットにしようかなみたいなで、結局コルセットみたいにキュッと締めることにしました。どうしてもなんかねこのね胸のところだけしましまにしたかったんですよ、僕。今回ね。結構今回さ、ゲンさんにしてはさ、珍しい服装の女の子になってるよね。結構こういう服というかひらひらの服をあんまり描くことはねなかったので、これね新鮮というか新しい感じになったらいいなっていう。あんまりメカを描かないようにしようと思ってたのにメカは描いちゃったんだけど。でね、今回さやさんのね、キャラクターがね、ゲンさんのイラストにもう現れましたね。ムチムチ。なんかこう今回ちょっとねうさがないのグッズもあるので、ちょっとうさがないベースでこの子描いていこうかなと思って、ありがとうございます。ざっくりカラーラフでパタパタつけていって、でベタで塗った後にこうプロクリエイトのねアクリルでやっていくのは変わらずで、そして今回もちょっと最近僕この手法好きで、昔の絵をなんかこう秘伝のスープの継ぎ足しみたいな手法でやるのが好きで、このうさがないをドロドロ捕まえているドロドロは、この原画展で今ねやってる夏目さんちの原画展でやってる思い出メルトガールと同じ感じで、去年の東京タワーコラボのイラストを溶かしてます。溶かしてるっていうかね、こうビーってね、そう歪ませて、この液体の形に合わせて歪ますっていうので、ちょっと面白いよねこれ。そうこの手法ね楽しくて、なんかねどうやらねさやさんのね去年のね東京タワーくんもね、そうなんです。ここに入れてくれてるらしくて、右手ですね。コラボだね。右手の上の方のありがとう。メカのとこかな。いやなんかいいね、そのお話すごくさ好きなんだよな。なんかねいいなと思って、なんか昔の絵ってさ昔の絵なんだけど、また色味として入っていくとまた違う意味で出てくるじゃん。いやそうそれがなんか最近すごくね個人的にすごいなんかフィットしてて、髪の毛の色はめっちゃ迷ってる。すっごい迷ってる。すんごい迷ってる。すごい迷ったけどやっぱり白まつげ描きたかったので白髪にしました。やっぱねゲンさんのタイムラプスはねなんかゲンさんのね困惑が見れるのがやっぱ面白いよね。どうしようかなって思ってね。これもなんか最後までどうしようかな、なんか足らんなって思ったんで最後ドット入れるんですよ。スカートにドットを入れるんだけど
タイムラプスに入ってたかどうかは定かではないタイムラプス撮ってたかなこの時もうダメだこれでふわふわだ、ああそうだねどうしようかなってなってねね、いや入りましたわ一瞬入りましたね。というわけで次はさやさんかな、始まりました。虚無に向かって書く作業ですはいでね、なんかもう今回夏目さんちを長く見てくださってる方はもう多分分かってると思うんですけど、そうですね、兄弟のさやさん最近お気に入りのオリジナルキャラクターの兄弟の弟くんをまた描き始めてて、いやーまた出ましたね。いやちょっとね申し訳ないんだけどまた出てきましたよね。そう今年で一番いい顔描いちゃったかもしれない。いやでもねさやがそういうのも分かるぐらい、今回すごいね乗ってましたね。いやすっごい気に入ってるの、この絵。よかった。もうそうちょっとでもゲンさんにね腰クイって入れすぎちゃってそうなんかもうちょっと腰食いしすぎじゃないこの絵とか言ってた。なんかお母さんみたいな言い方してる。ちょっとあんたこんなセクシーなポーズ取ってみたいな。いやねちょっと、今回、膝を出さないというなんか縛りなのかこれは。縛りではないだろ別に出さなくてもいいんで。いやそう縛りを設けたけど、そうなんか他になんかこう自分の好きをこうどこにアピールしようかなってした結果、腰食いになりました、ね。腰食いになってしかも膝も結局破れて出てるし。いやこれは心の中のリスナーさんが、人のせいにすんな。というわけでだんだんねなんか出てきましたね。さっきはずっと虚無でしたけどね。素晴らしい。はい。でさやさんのねタイムラプスはねもう色が決まってるからね、ゲンさんみたいに悩まない。あまあ確かにそうだね。で悩んだところで終わりだから。そう見せていく感じですね。悩んだら終わりだから、アナログって。確かに悩んだ時点でもうね間違いが起きるからね。いけ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 しかないんだよもう。というわけでかわいいペンを入れてってる。もう偉いでしょ。前はなんかね顔からねそう顔をね仕上げ切っちゃうとやる気がなくなってしまうのでちゃんと全体からね入れてますね。素晴らしい。でも全然なんか違うね印象がさやの場合。さっき書いたそりゃそうなんだけどさや結構ベタっとなんか塗ってたじゃない。そうね。グレースケールの方で。確かに実はねこんなにちゃんと色分けされてるんですよ。あとグラデーションもちゃんと効いてますよ。前回さっきはね巻き黄色ですごいペターっと塗りましたけど。いいな。でもなんか今回本当にこれも原画見てほしいね。そうだね。で多分ですけど、これ東京タワーっていうか全国タワーツアーに、彼らっていうか、僕の方の子もちょっとデカめに出力してかっこよくプリントしてあるんで、ちょっと特殊プリントをしてでさやの方も原画を置かせていただこうかなと思ってるので、ぜひねお近くでなんか結構色のねこう違いとかがね出てると思うんで見てもらいたいですね。いや見てほしい。でもこれ書いてるやつでね、ちょっと一本筆をダメにしましてね。いやねちょっとこの時の、このために新調したのにね。いやでもこれ多分ね朝の4時ぐらいですよ。急に明るさ変わったよねなんかね。なんかあれ朝になったよね多分。夜明けたよな今なんか思った。なんかね自然光になってるよね。朝になりましたね。いや頑張ったね。でこれずーっとねテラメタル学園のエニちゃんとおしゃべりしながら書いてるね。本当スペシャルサンクスエニちゃんということで。さあということで完成、こんな感じです。いやねゲンさんの絵には珍しく悩みましたけど本当にねポップで可愛いと思う、これいろいろ悩んだけどなんか今まで描かなかったようなタイプの絵を描いていきたいなということで、あとうさがないの肉付きがいい、そうムチっとしてる。でこのねドットのスカートにして結構最終良かったですね。可愛いピエロ感っていうか出ました。あと血色がいい、そうなんです。ちょっと今回テーマは可愛らしい子というか笑顔の正気のある子を描こうかなということで、こんな感じになりました。これ笑顔なのか微妙にね。美笑顔微笑ちょっとビビビ笑ぐらいふぐらいふふぐらいそうなんです。一方ねさやさんの絵はなんかすごい機嫌のなんかちょっと喧嘩売ってる顔してるよね。そういやいい。こんな感じでねちょっとせっかくのコラボなのにこんななんかオラついた顔してるよね。ちょっとオラついちゃってでね周りになんだっけウツボカズライオン。そうウツボカズライオンで捕食されてる。ライオンなのに捕食されてるっていうテーマでね描いてる変な生き物もいるので、今回この2枚で。いや今回でもお互いいつも描かないようなではないけどなんか納得の1枚がいやそうだね描けたような気がしますね。すごい楽しく描ける1枚になりました。楽しく描いたので、ぜひ皆さん東京タワーをはじめそしてこれからスケジュール発表されますが、全国タワーツアーになるので、夏目さん初の本当に一番多く回るかもしれないイベントとしてはね、こちら
キービジュアルこじゃじゃーんちらになっております。 N2M サーカス、はい開幕夏目さんち×全国タワーコラボ N2M サーカス、開幕ですまずはね第1弾としてはい去年と同じ東京タワーで5月2日から開催でございます。はいはい、いやもうこれたっぷり楽しんでいただきたいので、もちろん皆さんのね無理のない範囲で、はい、ぜひ遊びに来てください。近くで開幕してるかもしれませんそうですよのでね、サーカスが巡業するので、はいもしかしたら日の輪くぐりをされてるゲンさんが見れるかもしれませんね怖すぎるねいやでも本当になんか今年はすごいさ、いろいろイベントがここで被ってしまって、いやそうだね、嬉しい悲鳴なので、うん皆さんも本当に自分のできる範囲というか、はい追いかけられる範囲で楽しんでいただければ、はいもう動画見ていただけるだけでも嬉しいので、嬉しいので、はいぜひ生活の一部にちょっと夏目さんちをちょぴっと